こんにちは。韓国から来て日本で働いてるキムペンです。日本企業で働く人たちのあるあるな悩みをちょっと変わった視点で解決するコーナーです。今日はですね、ディレクターにアイディア100個出せって言われた時の話。ベテランも新人も外注さんも全員100個で、選んだ方法は多数決。まだチャンネル登録していない方はぜひお願いします。鳥川さん、また来たよ。どうしたの？この前ね、ディレクターに1人100案出してって言われたの。100？ 100 点満点？違う。100個。しかもベテランも新人も外注さんもみんな100個。平等じゃん。平等じゃない。これだから日本の会社むずすぎ。2週間で100個。1日7個ペース。ラッキーセブン？演技の問題じゃない。でね、ベテランは20年やってるけど100案なんて出したことないって困ってた。20年。ベテランの貫禄だね。貫禄の問題じゃないよ。自分の経験が尊重されてないって感じてんの。新人はどうせ私のなんて選ばれないってやる気なくして。やる気スイッチが。オフ。完全に。外注さんは？断った。ちょっと厳しいですって。賢いよね。外から見たらこれがどれだけおかしいかわかるの。客観的に見たらやばい案件ってこと？でね、100案集まってディレクターは選ばず多数決。民主的じゃん。民主的？この人何言ってんの？デザインは多数決って最もやってはいけないやつ。結局一番無難で地味なのが選ばれた。それ最初から決まってたようなもんじゃん。そう、それ。鳥川さん、意外とまとも？でね、分かっちゃったの。何が？このディレクター、自分が決めるのが怖いだけ。怖い？失敗したら責任取らなきゃいけないじゃん。だから100個出させて多数決。みんなで決めたって言える。でもそのせいでみんな疲弊して選ばれたのは超無難なやつ。しかも100個出せって言われた時点で質の高いアイディアなんて出せないの。そういうもんなの？本気で考えられるのってせいぜい3個。頑張っても5個ぐらいでしょ。残りは数合わせ。薄いアイディアばっかり。この会社100個考えたって数字があればみんな安心するの。これだけ考えたから問題ないって。でも実際は全然質が伴ってない。でね、一番モヤモヤするのはみんな疲弊して質も下がったのにディレクターはなんかどやってんの。100個考えた。みんなで決めたって。このモヤモヤ何なんだろうね。でもさ、300案も見てみんなで決めたなら間違いないんじゃないの？鳥川さん、さっきの正常な反応どこ行った？この人天然すぎる。キムペン、鳥川さん、AI ワード、サボーです。ここは落ち着いて心理学的に整理しましょう。お願いサポ。キムペンの洞察は心理学的に正しいです。ダニエル・カーネマンのファスト&スローで説明できます。著者はノーベル経済学賞受賞者です。ノーベル賞？はい。人間は難しい判断を避けるため、簡単な質問にすり替えます。すり替え？これを置き換えヒューリスティックと言います。これは良いデザインかという難しい質問を何個考えたかという簡単な質問にすり替えたのです。だから100個？そうです。次に、選択肢が多すぎると判断の質が下がります。人間が比較検討できるのはせいぜい3から5個。100個では判断力が麻痺します。最初から3案でよかった？その通り、質の高い3案の方が、質の低い100案よりはるかに良い判断ができます。さらに、1人が本気で考えられるのも同様に3から5案。残り95案は、数合わせです。これを、認知資源の枯渇、と言います。そして、キムペンの、もやもや、の正体を説明します。聞きたい。このディレクターは、自分のリスクを避けるため、チーム全体と成果物により大きなリスクを負わせました。ディレクターが得たものは、1、100個考えた、という説明材料。2、多数決で決めた、という責任の分散。3、失敗しても、選択肢が悪かった、と言える安全。ディレクターは自分を守った。はい。しかし代償として失われたものは、1、チームの認知資源。2、ベテランの誇りと新人のやる気。3、外注との信頼。
4、攻めたデザインの可能性。5、成果物の質。代償でかすぎ。つまり、一人のリスク回避が全体のリスクを増大させたのです。これが構造です。やっぱりおかしかったんだ。最後に、数による安心について。これは、代理指標への依存です。本来測るべきは、質ですが、測りやすい数で代替するのです。だから数に逃げる。これだけ考えたから間違いないという思考は、実は思考停止です。この構造は実はキムペンの職場だけの問題ではありません。日本企業全体に共通する病理です。しかしその話は、また別の機会に。気になる。ちなみに、今回紹介した、ファスト&スロー、は意思決定の心理学を学ぶ名著です。興味がある方は、ぜひ手に取ってみてください。私も読んでみよ選べないディレクターは、数でごまかします。しかし数は質の代わりにはなりません。う。知ることが大事だね。なぜこうなるのかを知ることで自分を守れます。そして選べない人からは適切な距離を取る。それが大事。鳥川さん、今日は冴えてる？いつも通りだけど。今日のまとめ。1、アイデア100個は判断の放棄。2、たくさん考えたはよく考えたではない。3、一人のリスク回避が全体のリスクを増大。結論、選べないディレクターを見抜け。知ることで自分は守れる。またねー。